ゆっくり解説。インサイドマンの完璧な計画の裏側とは？ネタバレ全開で語る犯人の真の目的。ねえマリサ、今日はどんな映画を解説してくれるの？なんだかワクワクするわ。おう、レイム。今日はな、2006年に公開された傑作クライムスリラー、インサイドマンをじっくり解説していくぜ。この映画、ただの銀行強盗事件じゃないんだ。監督は社会派で知られるスパイク・リーで、主演にはデンゼル・ワシントン、クライブ・オーエン、ジョディ・フォスターっていう超豪華キャストが揃ってるんだぜ。わあ、すごいわね。スパイク・リー監督で、そんな有名な俳優さんたちがたくさん出ているのね。クライムスリラーって言うと、手に汗握る展開が期待できそうね。その通り、マンハッタンのど真ん中にある銀行で、完璧な計画のもとに実行される人質立てこもり事件を描いてるんだが、犯人の真の目的、そして警察との行き詰まる頭脳戦が見どころなんだ。しかも、単なるエンタメ作品としてだけじゃなく、社会的なメッセージも込められてるって評価も高いんだぜ。へえ、それは興味深いわ。犯人の目的が気になるわね。早く詳しく教えてほしいわ。任せとけ。今回はネタバレ全開で、この映画の巧妙な仕掛けと、観客をうならせるその奥深さを徹底的に解き明かしていくから、しっかりついてきてくれよな。巧妙に仕組まれた銀行強盗計画の全貌。完璧な計画の始まり。なぜあの銀行が狙われたのか？マリサ、いよいよ事件の核心に迫っていくのね。まず気になるのは、どうして犯人たちはあの特定の銀行を狙ったのかしら？マンハッタンにはたくさんの銀行があるのに、何か特別な理由があったの？いい質問だぜ、レイム。結論から言うと、あの銀行が狙われたのは偶然じゃない。犯人たちのリーダーであるダルトン・ラッセルは、その銀行の創設者であり会長のアーサー・ケイスに繋がるあるものを狙っていたんだ。それは、単なる大金ってわけじゃなかったんだぜ。お金じゃないの？銀行強盗なのに？じゃあ、一体何が目的だったっていうの？謎めいているわね。そうなんだ。ダルトンが本当に狙っていたのは、その銀行の貸金庫に眠る、アーサー・ケイスが決して公にしたくない秘密だったんだ。具体的には、第二次世界大戦中に彼がナチスドイツに協力していた不正な富、その証拠となるダイヤモンドや書類が隠されていたんだ。この銀行、マンハッタン信託銀行のウォール街支店は、ケースにとって自身の暗い過去を封じ込めた場所だったわけだ。だからこそ、ダルトンは周到な計画を立てて、白昼堂々、この牙城に挑んだんだぜ。なるほど。だからただの金品狙いの強盗とはわけが違うのね。アーサー・ケイスという人物の過去の秘密が、事件の引き金になったってことなのね。でも、そんな個人的な秘密のために、あんな大掛かりな銀行強盗を計画するなんて、ダルトンって一体何者なのかしら？ダルトンの動機については、また後で詳しく触れることになるぜ。だが、この狙われた理由が、事件全体の複雑さと深みを理解する上で非常に重要なポイントなんだ。彼は単に金庫を破って逃走するだけじゃなく、もっと大きな目的、つまりアーサー・ケイスの偽りの仮面を剥ぎ取り、その罪を白日のもとにさらすという目的も持っていたと考えられる。だからこそ、あの銀行、あの貸金庫でなければならなかったんだ。そうだったのね。アーサー・ケイスの秘密と、それを暴こうとするダルトンの意図が絡み合っていたのね。だから、あの銀行が選ばれたのには、金銭的な価値以上の、もっと根深い理由があったということね。理解できたわ。その通りだ、レイム。この事実は、事件が単なる強盗事件ではなく、もっと複雑な背景を持つ物語であることを示唆しているんだ。そして、この完璧な計画の始まりが、後に続く警察との行き詰まる駆け引き、そして衝撃の結末へと繋がっていくんだぜ。人質と警察を翻弄する手口。時間稼ぎの真意とは？アーサー・ケイスの秘密が狙いだったのは分かったけど、犯人たちの手口もかなり巧妙だったって聞いたわ。人質や警察をどうやって翻弄したのかしら？特に、あの時間稼ぎにはどんな意味があったの？ダルトンたちの手口は本当に見事だったぜ。まず人質の扱い方だが、
彼らは人質全員に自分たちと全く同じつなぎの作業服と覆面を着用させたんだ。これで、いざ警察が突入してきた時に、誰が犯人で誰が人質なのか、すぐには区別がつかないようにした。まさにカメレオン戦術だな。うわぁ、それは賢いわね。パニックになったら、警察も迂闊に手を出せないわ。人質を盾にするだけじゃなくて、人質と一体化するなんて、考えもしなかったわ。だろ？さらに警察に対しては、次から次へと一見無意味にも思える要求を突きつけたんだ。例えば、逃走用のバスを用意しろだとか、プライベートジェットを準備しろとか、さらには食事の差し入れのピザの銘柄まで指定したりな。これらはすべて、警察の注意を引きつけ、時間を稼ぐための陽動作戦だったんだ。なるほど。警察は NASA 要求に応えるために奔走させられて、その間に犯人たちは何か別のことをしていたってわけね。でも、そんなに時間を稼いで、一体何をしていたの？金庫のお金を集めるだけなら、そんなに時間はかからないでしょう？そこがこの計画の肝なんだ、レイム。ダルトンたちの真の目的は、単に金を奪うことだけじゃなかった。彼らは銀行の構造を熟知していて、ある特定の貸金庫の奥、壁の向こう側に、人が隠れられるほどのスペースがあることを見抜いていたんだ。そして、その壁を壊し、自分たちが立てこもるための隠れ家を銀行内部に作っていたのさ。銀行の中に隠れ家を。じゃあ、警察が突入した時には、もう犯人たちはその隠れ家に潜んでいて、人質たちだけが解放されたように見せかけたってこと？その通り、警察は犯人が人質に紛れて逃げたと思い込む。だが実際には、ダルトンはまんまと銀行の中に潜伏し続け、1週間もそこに隠れていたんだ。そして、ほとぼりが冷めた頃に、何食わぬ顔で正面から堂々と出てきた。これが、彼らがあれほど執拗に時間を稼いだ本当の理由なんだ。アーサー・ケースの貸金庫から例の物を手に入れ、かつ自分は誰にも気づかれずに逃げおおせるための、完璧な時間稼ぎだったわけだ。すごいわ。ただの銀行強盗じゃなくて、まるで奇術みたいね。警察も人質も、そして観客である私たちも、まんまとダルトンの策略にはまってしまうわけね。時間稼ぎの裏にそんな壮大な仕掛けがあったなんて、本当に驚きだわ。そうだろ。この大胆かつ緻密な時間稼ぎこそ、インサイドマンの計画が完璧と言われるゆえんの一つなんだぜ。謎の要求とダルトンの揺さぶり、彼の狙いは一体？時間稼ぎの真意は分かったけど、ダルトンは警察に対して色々と謎めいた要求をしたり、交渉役のフレイジャー刑事を試すような言動を繰り返したりしたわよね。あれも単なる時間稼ぎの一環だったのかしら？それとも、もっと別の狙いがあったの？鋭い指摘だぜ、レイム。ダルトンの要求や言動は、確かに時間稼ぎの側面もあるが、それだけじゃない。彼の狙いはもっと多層的だったんだ。一つは、交渉相手であるフレイジャー刑事の能力や人間性を見極めようとしていた。そしてもう一つ、より重要なのは、銀行の会長であるアーサー・ケースを心理的に追い詰めることだったんだ。アーサー・ケースを追い詰める？銀行強盗が、どうしてそんなことをする必要があるの？フレイジャー刑事を試すっていうのも、なんだか余裕しゃくしゃくね。そうなんだ。例えば、ダルトンはフレイジャーに対してなぜ善人は悪事に手を染めるのかといった哲学的な問いかけをしたり、わざと挑発的な態度をとったりした。これはフレイジャーを揺さぶり、彼の出方を探ると同時に、事件の裏に何かあるのではないかと警察に意識させる狙いもあっただろう。そして、その何かがアーサー・ケースの秘密につながっていくわけだ。なるほどね。直接的にケースの秘密を暴くぞとは言わずに、遠回しに警察の捜査をそちらへ誘導しようとしたってことかしら？その通りだ。さらにダルトンは、アーサー・ケースが雇ったやり手の交渉人、マデリーン・ホワイトとの面会を要求する。これも重要なポイントだ。マデリーンはケースの汚れ仕事を請け負うフィクサー的存在で、彼女を引っ張り出すことで、ケースがいかにこの事態を隠蔽しようと躍起になっているかを浮き彫りにしたんだ。ダルトンは、マデリーンとの会話の中で、自分がケースの秘密を握っていることを暗に示唆し、
ケイス本人に強烈なプレッシャーを与えたんだぜ。うわぁ、直接対決じゃなくて、じわじわと外堀を埋めていく感じなのね。ダルトンって、本当に頭が切れる犯人だわ。彼の揺さぶりは、警察やケースだけでなく、私たち観客の心理まで巧みに操っているような気がするわ。まさにその通りだ、レイム。ダルトンのこれらの行動は、単なる強盗犯のそれとは一線を画す。彼は冷静沈着で、常に数手先を読んで行動している。彼の謎の要求や揺さぶりは、事件の真相を覆い隠す煙幕であると同時に、その煙の先にいる真のターゲット、アーサー・ケイスへと繋がる同僚でもあったんだ。そして、その揺さぶりが強ければ強いほど、ケイスは自分の秘密を守るために必死になり、結果としてその秘密の重大さが際立っていくというわけさ。彼の狙いは、お金だけじゃなく、もっと大きな何かを白日のもとにさらすことだったのね。そのために、こんなにも周到で複雑な揺さぶりを仕掛けていたなんて、本当に奥が深いわ。ダルトン・ラッセルの真の目的と隠された動機。単なる金銭目的ではなかった。壁の向こうに隠された秘密。マリサ、いよいよダルトン・ラッセルの真の目的に迫っていくのね。これまでの話を聞いていると、彼がただお金を盗むためだけに、あんな大掛かりな計画を実行したとは思えないわ。やっぱり、あの壁の向こうに隠された秘密が鍵なんでしょう？その通りだぜ、レイム。ダルトンの真の目的は、金銭的な強奪をはるかに超えたところにあった。彼が巧妙に時間を稼ぎ、銀行内部に作った隠れ家、つまり壁の向こうの空間は、計画の核心部分だったんだ。そして、その隠れ家から彼が最終的に持ち出したものこそ、アーサー・ケイスが長年隠し通してきた、血塗られた秘密そのものだったのさ。血塗られた秘密？具体的には何だったの？お金よりも価値のあるものってことよね？ああ、ダルトンが狙っていたのは、アーサー・ケイスの個人貸金庫、392号に眠っていたものだ。そこには、第二次世界大戦中、ケイスがナチスドイツに協力してユダヤ人から略奪したダイヤモンドや、その悪事を証明する書類が厳重に保管されていた。つまり、ケイスの富と名声が、実はナチスへの加担という許されざる行為の上に成り立っていたという、決定的な証拠だったんだ。そんなおぞましいものが、だからアーサー・ケイスは、マデリーン・ホワイトを送り込んでまで、なんとか穏便に事を収めようとしていたのね。それが公になったら、彼の社会的地位は完全に失墜してしまうわ。まさにその通りだ。ダルトンは、単にそのダイヤモンドを盗み出すことだけが目的じゃなかった。もちろん、それも計画の一部ではあったが、より重要なのは、アーサー・ケイスの偽善を暴き、彼の過去の罪を明るみに出すことだったんだ。そのために、彼はあの銀行の構造、特に貸金庫の壁の裏に空間があることまで正確に把握し、計画を練り上げた。でも、どうしてダルトンはそんな秘密を知っていたのかしら？それに、どうしてそこまでしてケイスの罪を暴こうとしたの？何か個人的な恨みでもあったのかしら？ダルトンがその情報をどこで得たのか、映画の中では明確には語られていない。だが、彼が非常な執念を持ってこの計画を実行したことから、アーサー・ケイスに対して、あるいは彼の行為によって犠牲になった人々に対して、何らかの強い思いがあったことは間違いないだろうな。金銭的な利益を超えた、ある種の正義感や使命感のようなものが、彼を突き動かしていたのかもしれない。なるほどね。だから、あの壁の向こうに隠された秘密を暴くことが、ダルトンにとっては最優先事項だったのね。単なる強盗事件じゃなくて、もっと深い人間ドラマが隠されていたんだわ。そうだ。この壁の向こうの秘密こそが、物語全体の背骨となっていて、登場人物たちの行動原理を理解する上で欠かせない要素なんだぜ。アーサー・ケイスの過去の罪、ナチス協力者としての裏の顔。アーサー・ケイスの秘密が、ナチスドイツへの協力と、それによって得た不正な富だったなんて、本当に衝撃的だわ。普段は慈善家として知られている人物の、そんな裏の顔があったなんて信じられない。ああ、まさに光と影だな。アーサー・ケイスは、
表向きは成功した銀行家であり、社会貢献にも熱心な名士として振る舞っていた。だがその裏では、第二次世界大戦という混乱に乗じて、ナチスに協力することで莫大な富を築き上げていたんだ。具体的には、ナチスがユダヤ人から没収した財産、その中には多くの人々の命や尊厳が踏みにじられたダイヤモンドなどが含まれていた。それを彼は横流し同然で手に入れ、自らの帝国の礎としたわけだ。ひどいわ。それは単なるお金儲けの話じゃないわね。多くの人々の苦しみの上に築かれた富だなんて、許されることじゃないわ。だからこそ、ダルトンはその罪を暴こうとしたのね。その通りだ。ケースの貸金庫に眠っていたのは、単なる高価な品々じゃない。それは、彼の犯した非人道的な行為の動かぬ証拠であり、彼の輝かしい経歴がいかに欺瞞に満ちたものであったかを物語るものだったんだ。ダルトンは、その血塗られたダイヤモンドをケースに突きつけることで、彼の偽りの仮面を剥ぎ取り、過去の罪と向き合わせようとした。でも、どうしてそこまで？ダルトンはケースの被害者だったとか、そういう直接的な関係があったのかしら？映画の中では、そのあたりはあまり詳しく語られていなかったような気がするけど、映画ではダルトンの個人的な背景は謎に包まれたままだ。しかし、彼がフレイジャー刑事に送った手紙や、彼の行動の端々からは、金銭欲だけではない、ある種の義憤のようなものが感じられる。もしかしたら、彼自身や彼の近しい誰かが、ケースのような戦争なり金によって人生を狂わされた経験を持っていたのかもしれない。あるいは、純粋に歴史の不正義を許せないという強い信念があったのかもしれないな。そう考えると、ダルトンの行動が、単なる犯罪ではなく、ある種の告発としての意味合いを帯びてくるわね。アーサー・ケイスという存在が象徴する、富や権力の裏に隠された腐敗や欺瞞に対する、痛烈な批判にもなっているように感じるわ。まさにその通りだぜ、レイム。このアーサー・ケイスのナチス協力者としての裏の顔という設定が、インサイドマンという映画に、単なるクライムスリラー以上の深みと社会性を与えているんだ。そして、この重い過去が、ダルトンの動機を理解する上で、そして物語の結末を読み解く上で、非常に重要な鍵となってくるんだぜ。正義の執行か復讐か、ダルトンの行動に込められたメッセージ。ダルトンがアーサー・ケイスのナチス協力というおぞましい過去を暴こうとしていたのは分かったけど、彼の行動って、一体何だったのかしら？正義を執行しようとしていたのか、それとも個人的な復讐を果たそうとしていたのか、その両方のような気もするけど、マリサはどう思う？それは、この映画を見た多くの人が抱く疑問だろうな、レイム。ダルトンの行動原理は、単純に正義や復讐という言葉だけでは割り切れない複雑さを持っている。彼が個人的な恨みを抱いていた可能性も否定できない。もし彼の家族や近しい人々が、ケースのような戦争犯罪によって苦しめられた過去があるなら、彼の行動には復讐の色合いが濃く出てくるだろう。そうよね。もしそうなら、彼の執念にも納得がいくわ。でも、彼はケースを直接的に傷つけたり、命を奪ったりしたわけではないのよね。あくまで、彼の罪を白日のもとにさらそうとした。そこが重要なポイントだ。ダルトンは、アーサー・ケースを社会的に抹殺することを選んだ。彼が貸金庫から持ち出したのは、ケースの罪を証明する書類と、象徴的な意味を持つダイヤモンドだけ。そして、そのダイヤモンドの一つを、彼はあえてフレイジャー刑事に残した。これは、警察という公的な機関に、事件の真相解明と、ケースの罪の追及を託したとも解釈できる。なるほど。フレイジャー刑事がそのダイヤモンドを手がかりに、ケースの過去を捜査し始めたものね。ダルトンは、自分の手で直接制裁を加えるのではなく、法や社会の力によってケースが裁かれることを望んでいたのかしら？そうかもしれないな。あるいは、もっと大きなメッセージを社会に投げかけたかったのかもしれない。つまり、歴史の暗部で不正に得られた富や権力が、いかに脆く、暴かれるべきものであるかということ。そして、どんなに巧妙に隠蔽しようとしても、
いつかは真実が明らかになるということを示したかったのかもしれない。彼の行動は、単なる個人的な復讐を超えて、社会全体の欺瞞に対する警鐘とも言えるんじゃないかな。そう考えると、ダルトンの行動は、ある種の義賊のようにも見えるわね。彼自身も犯罪者ではあるけれど、もっと大きな悪を暴き出すために行動した、みたいな。ああ、だからこそ、観客はダルトンに複雑な感情を抱くんだ。彼のやり方は決して褒められたものではないが、その目的には共感できる部分もある。彼が残したなぜ善人が悪事に手を染めるのかという問いは、アーサー・ケイスだけでなく、私たち自身にも向けられているのかもしれない。そして、ダルトンの行動は、そういった問いに対する彼なりの一つの答えだったとも言えるだろうな。深いわね。ダルトンの行動に込められたメッセージは、単に事件の犯人の動機というだけじゃなくて、もっと普遍的なテーマにつながっているのね。正義とは何か、罪とは何か、そして私たちは過去の過ちとどう向き合うべきなのか、いろいろと考えさせられるわ。計画の裏側、協力者たちと警察の動き、内部協力者の存在、計画成功の鍵を握った人物は誰？ダルトンの計画って、本当に用意周到だったわよね。銀行の構造を熟知していたり、人質と全く同じ格好をさせたり、でも、あれだけのことを外部の人間だけで準備できるものなのかしら？もしかして、銀行の内部に協力者がいたんじゃない？その通りだぜ、レイム。あの完璧とも思える計画の裏には、やはり内部協力者の存在が不可欠だった。ダルトンが銀行の内部構造、特に貸金庫の壁の裏に隠れスペースがあることまで知っていたのは、単なる下調べだけでは説明がつかない。そして、そのキーマンとなったのは、意外な人物だったんだ。誰だったの？やっぱり銀行員？それとも警備員とか？実は、銀行の会長であるアーサー・ケイス自身が、結果的にダルトンの計画に協力してしまったと言えるんだ。いや、正確には、ケイスの弱みがダルトンに利用された形だな。ダルトンはケイスの過去の罪を知っていて、それをネタにケイスを脅迫し、ある種の情報や便宜を引き出した可能性が高い。アーサー・ケイスが、でも、彼は被害者のはずじゃ。表向きはな。だが、ダルトンはケイスの貸金庫に眠る秘密を、正確に把握していた。その情報を得られたのは、ケイスの周辺から漏れたか、あるいはケイス自身が何らかの形で関与せざるを得ない状況に追い込まれたからだろう。例えば、貸金庫のセキュリティ情報や、銀行内部の見取り図の詳細など、通常では手に入らない情報だ。なるほど。ケイスは自分の秘密を守るために、ダルトンの要求を一部飲まざるを得なかったのかもしれないのね。それが結果的に、ダルトンの計画を手助けすることになったと。そういうことだ。そしてもう一人、より直接的な協力者として、人質の中に紛れ込んでいた仲間たちがいた。彼らは強盗団の一員でありながら、他の人質と全く同じ服装をし、同じように扱われることで、警察の目を欺いた。突入時に誰が犯人で誰が人質かわからなくする。あのカメレオン戦術の実行部隊だな。確かに、あの中に仲間がいたら、内部からの情報収集も、人質のコントロールも容易になるわね。じゃあ、その仲間たちは、いつからどうやって銀行に？そこがダルトンの用意周到なところだ。おそらく、銀行が開くのと同時に、一般客を装って他の人質たちと一緒に銀行に入り、事件発生と同時に覆面をかぶって強盗団に合流したんだろう。彼らの存在があったからこそ、ダルトンは銀行内部を完全に掌握し、計画をスムーズに進めることができたんだ。アーサー・ケイスの弱みを利用した間接的な協力と、人質に紛れ込んだ直接的な協力者。この二つの内部協力が、ダルトンの計画を成功に導いた大きな要因だったのね。フレイジャー刑事の苦悩と執念、事件解決への道のり。ダルトンの巧妙な計画の一方で、事件の解決に奔走したのがフレイジャー刑事だったわよね。彼もまた、いろいろなものと戦っていたように見えたわ。その通りだぜ、レイム。フレイジャー刑事は、
この事件の担当になる前から、実は大きな問題を抱えていたんだ。内部調査で汚職の疑いをかけられ、キャリアの崖っぷちに立たされていた。そんな中で、この前代未聞の銀行強盗事件の交渉役という大役を任されたんだから、そのプレッシャーは相当なものだっただろう。そんな状況だったの。それは大変だったでしょうね。事件解決どころか、自分の立場も危ういなんて。ああ、だからこそ、フレイジャーはこの事件を解決することで、自らの潔白を証明し、汚名を返上したいという強い思いがあった。しかし、相手はあのダルトンだ。交渉は一筋縄ではいかず、フレイジャーは何度もダルトンに翻弄され、試されることになる。なぜ善人は悪事に手を染めるのか、なんて哲学的な問いを投げかけられたりもしたな。犯人に主導権を握られているような感じだったものね。でも、フレイジャー刑事は、ただ言われるがままじゃなかった。ダルトンが単なる金目当ての強盗ではないこと、事件の裏に何か大きな秘密が隠されていることにも、早い段階から気づいていたように思うわ。鋭いな、レイム。フレイジャーは、ダルトンの知的な言動や、銀行の会長であるアーサー・ケイス、そして彼が雇ったやり手弁護士マデリーン・ホワイトの不審な動きから、この事件が単純な銀行強盗ではないことを直感していた。上層部からは早期解決を迫られ、マデリーンからは捜査に横槍を入れられる。そんな四面楚歌の状況の中でも、彼は決して諦めなかったんだ。まさに刑事の執念ね。彼をそこまで突き動かしたものは何だったのかしら？自分の汚名返上だけが目的だったとは思えないけど、もちろん、それもあっただろう。だが、それ以上に、事件の真相を解明したいという刑事としての純粋な正義感と、ダルトンという公的種に対する興味、そして何よりも、アーサー・ケイスが何かを隠蔽しようとしていることへの疑念が、彼を突き動かしたんだ。ダルトンが最後に残したダイヤモンドの指輪と、彼の貸金庫を調べろ、そこから全てが始まるという言葉は、フレイジャーにとって最大のヒントとなった。あのダイヤモンドが、全ての謎を解く鍵になったのね。フレイジャー刑事は、その手がかりをもとに、アーサー・ケイスの過去を徹底的に洗い出した。そして、ついにナチス協力という衝撃の事実にたどり着いた。そうだ。フレイジャーの執念の捜査がなければ、アーサー・ケイスの罪は闇に葬られたままだったかもしれない。彼は、困難な状況の中でも決して真実の追求を諦めなかった。その苦悩と執念こそが、この複雑な事件を解決へと導いた原動力だったと言えるだろう。マデリーン・ホワイトの暗躍、彼女は何を隠そうとしたのか？この事件、もう一人忘れてはいけない重要人物がいるわよね。アーサー・ケイスが雇った、あの謎めいた女性、マデリーン・ホワイト。彼女は一体何者で、何をしようとしていたのかしら？マデリーン・ホワイトは、いわゆるフィクサーと呼ばれる存在だ。表沙汰にできないような厄介ことを、金と権力を使って非合法スレスレの手段で解決するプロフェッショナルだな。市長や有力者ともつながりがあり、警察内部にも影響力を行使できるほどの人物だ。アーサー・ケイスは、銀行強盗事件そのものよりも、自分の過去の秘密が明るみに出ることを恐れて、彼女を雇ったんだ。つまり、マデリーンの目的は、事件の早期解決というよりも、アーサー・ケイスのスキャンダル隠蔽が最優先だったのね。彼女が隠そうとしていたのは、やっぱり貸金庫の中身。その通り、マデリーンは、ケースから貸金庫392号にあるものを、何としても守ってほしいという依頼を受けていた。そこには、ケースがナチスに協力していたダイヤモンドや、その証拠書類が眠っていたわけだからな。これが公になれば、ケースの社会的生命は完全に終わる。マデリーンは、それを阻止するために、あらゆる手段を講じようとした。フレイジャー刑事がダルトンと交渉している最中にも、彼女は横から口を挟んできたものね。市長に圧力をかけたり、フレイジャーの汚職疑惑を利用して捜査から外そうとしたり。ああ、彼女にとっては、事件の真相解明や人質の安全よりも、依頼人であるアーサー・ケイスの利益を守ることが全てなんだ。そのためなら、警察の捜査を妨害することも厭わない。
彼女はダルトンと直接交渉する機会も得て、貸金庫の中身について探りを入れたり、なんとか穏便に事を収めようと画策したりもした。しかし、ダルトンは一枚上手で、彼女の揺さぶりにも全く動じなかった。マデリーンは、ダルトンが何を知っていて、何を狙っているのか、正確にはつかめていなかったのかしら？おそらく、最初は単なる金銭目的か、あるいはケースに対する個人的な恨みだと考えていたんだろう。だが、交渉を重ねるうちに、ダルトンの目的がもっと根深く、そして危険なものであることに気づき始めた。それでも彼女は、あくまでケースの秘密を守るという任務を遂行しようとする。その冷徹さとプロフェッショナルぶりが、彼女の不気味さを際立たせていたな。でも、結局、ダルトンは貸金庫から証拠品を持ち出すことに成功したし、フレイジャー刑事も真相にたどり着いたわよね。マデリーンの暗躍は、最終的には失敗に終わったということかしら？結果的にはそうなるな。マデリーンは、金と権力で物事をコントロールしようとしたが、ダルトンの巧妙な計画と、フレイジャーの執念深い捜査の前には、その力も及ばなかった。彼女の存在は、事件をさらに複雑にし、フレイジャーを苦しめる要因とはなったが、真実が明らかになるのを止めることはできなかったんだ。この物語において、彼女は隠蔽しようとする力の象徴だったのかもしれないな。総評またはまとめ。マリサ、改めてインサイドマンを振り返ってどうだった？巧妙な銀行強盗計画の裏に、戦争犯罪という重いテーマを織り込んだ傑作だ。ダルトンの真の目的、フレイジャー刑事の執念、そしてアーサー・ケースの隠された過去が複雑に絡み合う。単なるエンタメ作品じゃなく、正義や罪、人間の多面性について深く考えさせられるわよね。ああ、なぜ善人が悪事に手を染めるのかという問いは観客にも向けられている。スパイク・リー監督の演出と実力派俳優の演技も見事で、最後まで緊張感が途切れない。謎解きの面白さと社会派ドラマの深さを併せ持ち、見るたびに新たな発見がある、記憶に残るクライムサスペンスだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。